にちは。伊豆の暮らし、犬との暮らしのひろこです。雨ばかりでほとんどお出かけもできなかった10月があっという間に過ぎ去って、11月ももう半ばになりました。毎年1年早いなって思ってますけど、今年は特に早かったなという感じです。今まだ伊豆に引っ越してきたばっかりっていうような感覚でいます。いろんなことがありすぎて、しかもあんまり嬉しくないことが多かったので、今年は自分の中では試練の年って名付けているんですけれども、まさにいろいろ問題があって早く終わってほしいなという気持ちもありますが、それでも日々楽しく過ごすっていうことは心得ていて、それを支えてくれる一つに雑貨っていうものがあります。雑貨は昔から大好きで、雑貨の販売員をやっていたこともあるくらい大好きなんです。私が雑貨のお仕事をしていた当時、こんなお店があったら絶対求人に応募してただろうなっていうところが北欧暮らしの道具店です。売られている商品はもちろんなんですが、読み物とか動画も本当に楽しくて、いつ見てもワクワクするし、あと北欧暮らしの道具店がやっているポッドキャストも大好きです。店長の佐藤さんと吉部さんがやってるポッドキャスト、とってもほのぼのするので毎回楽しみにしています。今回の V キャストでは、北欧暮らしの道具店で買った雑貨をまずはご紹介しています。アラビアのスンヌンタイ、この発音というかイントネーションが合ってるのかどうかわからないんですけど、スンヌンタイっていうシリーズ、そこのカップ&ソーサー、もともとイエローを持っていたんですが、北欧暮らしの道具店で日本先行でライトグリーンを発売しますっていうのを見て、これは買わなきゃと思ってたんですね。それをオーダーして、あとブラックのすごくスリムな無駄のないお財布を選んで買いました。このお財布すごく人気で、入荷するたんびにすぐに在庫切れになっちゃうんですね。それでしばらく入荷待ちしていたんですが、入りましたよっていう連絡があったので、すぐにポチッとお買い物して、ようやく私の手元にやってきました。北欧暮らしの道具店から届いた箱を、実は到着してからしばらく置いていたんです。というのも、箱を開けるシーンから V キャストに収めたいと思ってたんですよ。届いた時にすぐに開けて、またテープで留めてビデオを回してる時に開けるっていう、そういう手段もあったんですけれども、一回開けちゃうとなんだか新鮮味がなくなるし、嬉しいっていう気持ちが動画に乗らないかなと思ったので、本当に開けずに置いといたんですね。で、いざビデオを回して開けてみたら、あらっていうことがあって、もう動画を見ていたらお分かりだと思うんですが、ソーサーの方がね割れちゃってたんです。おそらく運搬中に割れてしまったんだと思うんですけど、届いた時すぐに開けて、それを
お店の人に報告すれば、返品なり交換とかできたんでしょうけれど、それが可能な期間がもうとっくに過ぎていたので、諦めて捨てるっていうところまではいかずに、可愛いからもったいないなと思ってボンドでつけることにしました。金継ぎみたいな感じでボンド継ぎをやって、それで一日、本当に丸一日乾かして触らずにくっつきますようにって祈りながら。だから本当は今回の V キャストで使ってるところを撮りたかったんですが、絶賛乾かし中だったので、そこは諦めて、もともと持っているイエローのソーサーを使って撮影しました。こういうね、本当にちょっとしたアクシデントがめちゃくちゃ多くて、今年もうね、今は今年中にいろんなびっくりすること、もうあんまり起きてほしくないなっていうことを十分に体験して、新しい年を迎えたいと思っています。そんな感じで今年は結構出だしから気持ちが下がるようなことが多くて、特に春から夏にかけてはものすごくモヤモヤすることとかイライラすることが多くて、自分の気持ちをどうすることもできない時もあったりして、なかなかね、詳しくこういうふうに公の場で話せることと話せないこととがあって難しいところではあるんですけど、一番の原因はメインの仕事がやりたいことができてないっていうところだったんですね。自分の強みを生かせてない、それに対して自分の貴重な時間が使われてるっていうところが気分の上がらない原因だったんですけど、今年の夏は暑すぎてどこにも出かけられなかったから、そういう気分的に溜まっているものもあったのもあるし、仕事も満足のいかないことが多くて、毎日イライラしていて、ついには上位にまで当たってたりとか、それでまたそのことに対して自分に嫌悪感を抱いたりして、で上位に泣いて謝ったりとかして、一番気持ちが落ちている時に考えることって、私の場合は自分の生きる意味というか価値というか目標というか、そういうのが全く見出せないんですね。全然悲劇のヒロインになろうなんて思ってないんですけれども、事実として言うと、この先特に楽しみにしていることってないんです。私には子供がいるわけでもないし、パートナーがいるわけでもないから、未来のことで
楽しみなことって実際ないんですね。でもちょっと待ってよと思って、私にはジョイがいる。ジョイが私を今生かしてくれてる。そう考えた時に、ジョイと一緒に楽しく過ごせることをやろうって思いました。ジョイは今4歳で、ラブラドールの平均寿命で考えるとあとだいたい10年ぐらいかなっていうふうに覚悟は持っています。悲しいけれどそれが現実だから、そこはちゃんと考えておきたい、そう思っていて、それまで自分がちゃんと生きていないといけないから、それまでちゃんと自分が元気でね、楽しく生きていたいから、自分が今やりたいこと、それから今後もやり続けたいこと、それをやろうってすごく思えてきて、その時にカフェだって思ったんです。ずっとインスタグラムとかでおうちカフェなんて言って投稿していた、それを現実のものにしようっていうふうに思いました。自分の人生があと10年だったと仮定した時に、今やりたいことやらないでいつやるんだって自分をね奮い立たせて、あと10年って思ったら、今まで怖がって一歩出せなかったカフェっていう夢をもっと身近なものに考えられるようになったんですね。なんか怖いものないんじゃないかっていうぐらい。それで私動き出しました。まずはカフェの名前を考えて、フォートゥーカフェにしました。フォートゥーっていうのは2人のためのっていう意味を込めているんですけど、それは飼い主と愛犬、あるいはあなたともう一人の大事な人とか、あるいは多頭飼いしているお宅で愛犬2頭のこととか、いろんなね2人を想定して2人のためのカフェっていう名前にしました。というのも、私が提供するスイーツは人と犬がシェアできるもの、分け合えるものにするので、そういう名前にしました。スイーツしか提供しないスイーツカフェにして、フードロスをなくすために完全予約制にして、必要な日に必要な分だけを用意して提供するスタイルにしようと思っています。定番のスイーツセットは2種類のスイーツにドリンク付き、あとはバースデープランとかアフタヌーンティープランとか、
とは時々ワークショップとして一緒にみんなでおやつを作る会とか、あとはもし需要があればインスタの動画編集講座とか、そういうのもおやつ付きで開催しようかななんていうふうに思っています。いろいろね、飼い主さんが集まれる場所、犬を飼ってない人でももちろんご来店いただけるんですけれども、いろんな人がね集まってコミュニケーション取れるような場所にできたらいいなというふうに願っています。それで一人でも多くの人に共感していただいたり、一人でも多くの人にカフェの存在を知っていただきたいなと思って、クラウドファウンディングを立ち上げました。ジョイと私の残りの人生をかけてフォートゥーカフェをやっていこうっていうやる気に満ちているので、今どうか今後も見守っていてください。クラウドファウンディングは12月の半ばまで期間を設けているので、お時間があったらぜひページをご覧になってください。今日も見て聞いてくださって本当にありがとうございます。また次回の V キャストでお会いしましょう。